こんにちは、木之内です。今回は床が土間のキッチンダイニングをご紹介します。最初から土間にしたいという人は少ないかもしれませんが、メリットはたくさんありますので、選択肢の一つとして参考にしてください。数年前に神戸で行われたんですが、里山住宅博というのがあって、そこにモデルハウスとして提案した南北に抜ける家というのがあります。そこで土間キッチン、土間ダイニングを作りました。里山住宅博は地域の工務店ですとか設計事務所が集まって行った住宅博ですけども、半年間モデルハウスとして使って、その間に皆さんに見ていただいて、その後住まい手を募集するという、そんな新しい試みでした。普段は立水さんのご要望をお伺いしながら設計するんですけども、今回はモデルハウスであり、いわゆる分譲住宅ですので、今までいいと思いながらなかなか実現できなかったことを試みようと思いました。こんな感じです。このダイニングとキッチンの床が土間で、コンクリートに黒っぽい塗料を塗っています。キッチン流しは壁側を向いていて、その振り返ったところに食器とか家電置き場を作り付けています。そして収納棚の一部を下げてテーブルをはめ込んでいます。こうすると食事を出すのもさっと出せて、片付けるのにも便利です。この収納棚を全部下げるとキッチンが見えすぎて収納量も減ってしまいます。逆に上げすぎると閉鎖的になってしまいますので、ちょうどいいぐらいを考えて、立った人の目線よりも少し低い高さに調整しています。今回は全てが土間というわけではなくて、手前のキッチンダイニングの床が土間で、奥のリビングが木のフローリングとしています。間取りはこんな感じです。キッチン流しがあって、その横の赤いところが収納。振り返って家電や鍋、食器、ゴミ箱を入れる収納棚があります。左側の玄関からダイニングに直接入りますが、ここに引っ込みの戸があって、お客様に見られたくないときは閉めることができます。土間ですので靴を履いたままでもいいですし、このシューズクロークでサンダルやスリッパに履き替えることもできます。多分普段はそうする方が多いと思いますが、お客さんなんかは靴のままでもいいんじゃないでしょうか。この土間のキッチンダイニングのメリットは3つあります。1つは靴やスリッパですので、そのままテラスに出ることができます。室内ですけども屋外のような自然と一体となった空間が出来上がります。ここでは軒先を大きく張り出した土間テラスにつながっています。2つ目はいつも木のフローリングなので裸足で過ごしてほしいと思っているんですが、お料理をするためにキッチンに立つ奥さんは足が汚れないようにスリッパを履かれる方が多いと思います。そうなるとどの部屋でもスリッパを履くことになりがちです。その点土間にしてやると自然とキッチンダイニングはスリッパで、それ以外の部屋は裸足で過ごしてもらえるんじゃないかと思っています。3つ目はお友達を呼んでお茶をしたり、お客さんとちょっとした打ち合わせをするというのが靴を脱がずに気軽にできます。それとこの里山の場合は住民の方が共有で栗とか柿とか梅とかビワなんかを育ててますので、それを収穫した時にも気を使わずに土間ですので荒っぽく使えます。ただ注意点もあります。一つは玄関から連続するプランとすることです。そして玄関には靴からスリッパに履き替える下足室などがあるといいと思います。そして断熱をしっかりとしてプラン的にも日の当たる場所にしたいところです。そうすればコンクリートは比熱が大きいので蓄熱の効果も期待できます。土間キッチンは一般界ではないですけども、候補の一つとして考えてみても面白いんじゃないでしょうか。それでもすんなりと土間キッチンを提案できたのには、この里山住宅という背景もあります。プラン全体を把握できた方が理解しやすいと思いますので、この南北に抜ける家の全体像を少し説明させてください。この街づくり全体は造園家の田瀬道夫さんによるものですが、自然と共生するよう設計の方向性とルールを街全体で決めて、そして建築協定を締結しています。この設計のルールは
ぜひ他の街づくりでも真似てほしいものです。そうすればよくある海乾燥な住宅地の風景も随分変わるんじゃないかと思います。その設計のルールっていうのはこういうものですが、一つは各住宅のプライベートなものは街路に露出させないこと。エアコンの室外機などは格子で隠す。車は緑のスクリーンで覆う。この時の植物は地域の自生種が望ましい。それから既製品のアルミスチール製のカーポート、物置、ネットフェンスは作らない。段差や仕切りにコンクリートブロックを使わないこと。庭と外構工事にはコンクリートを使用しない。カーポートは雨が浸透する採石や平板とする。隣地との境界は軽い緑のスクリーンとし、お互いの窓の位置を調整する。こういったものですが、よくあるカーポートですとか、アルミのネットフェンスとか、コンクリートブロックとか、そういうものがなくなって、緑に置き換わるだけで、だいぶ街の雰囲気は変わるんじゃないでしょうか。それと建築についても、勾配屋根とすることや、軒の出も決められて、そうして自然で緩やかなつながりを持つ、そんな街を実現することができました。この開発地の周りには、いわゆるヘタ地と言われる斜面地がぐるっとあって、そこに地域の栗とかビワとか果樹を植えて、そしてそこを住まい手の皆さんの共有地としています。そうすることによってその周辺の緑は保たれますので、この環境は確保することが将来にわたってできます。そんな街づくり全体の中で、まず面積が30坪程度でコストも抑えられて、標準プランとなるような家を提案しようと考えました。ただこの家の敷地の北側にはいかにも里山らしい、あまりにも素晴らしい眺望が開けてますので、プラン自体は周辺環境に合わせて設計しています。建物はコストを考えて、できるだけ総2階に近づけましたが、そのままでは街に対しスケールがちょっと大きすぎるので、平屋部分を周りにつけて、街に溶け込むような人のスケールに近づけています。アプローチの壁と屋根をガルバリウム鋼板で作って、それを土間テラスまで伸ばしてやってます。そしてこの平屋部分が水回りです。屋上は物干しとして利用します。図面上上が北です。通常でしたらリビングを日当たりのいい南側に配置するんですけども、北側の眺望があまりにも素晴らしいので、北側に迷うことなくリビングを持ってきました。そして南側にダイニングとキッチンを持ってきています。リビングからはフラットにデッキ、芝生のテラスにつながります。芝生のテラスを盛り土して持ち上げてフラットにしています。先ほど見ていただいたように、土間ダイニングから土間テラスが連続します。ただ、リビングを北側に配置しているので、そのままでは日の光が入りません。そこで今回はこんな風に考えました。中庭から光を取り入れることと、この透けた階段、そして2階の階段周りの床をプレーチングとして、ちょっとした吹き抜けのようになるので、ここからリビングに光を落としています。こうして南と北に大きな窓が取れたので、風が本当によく抜ける気持ちのいい空間になっています。水回りは平屋で飛び出させています。この吊り階段から2階に上がります。2階上がるとすぐにバルコニーがあって、物干しにも便利な動線です。ここから階段に光を取り入れます。室内や真ん中にロフト付きのウォークインクローゼットがあって、それを挟んで寝室と子供室です。家族構成は決まっていませんので、あまり作り込んではいません。こうして最終的には28坪で、あまり広くはないんですけども、開放的で、いろんなところで外部につながっているので、広がりを感じることができる家になったと思います。全体の写真をご覧ください。これは道路から見た外観です。大きな切妻屋根に玄関周りの片流れ屋根が取り付いています。屋根を L 型に折ってアプローチを覆っています。木の板張りの奥が玄関です。前面の植栽に囲まれた駐車スペースはコンクリートの平板を敷き詰めています。ですので、目地から雨が染み込みますし、いずれ目地から植物が顔を出します。家の前には仕切りとして蛇籠と言われるスチールの籠を置いて、その上にグリーシーを詰めています。その前に植えているのは青ダモ、
という落葉樹です。こんな風にアプローチもコンクリートの平板を飛び石状に並べました。飛び石から屋根と壁で覆われたアプローチ空間から里山を眺めながら玄関に入ります。こういった軒の下の空間があると傘を畳んだりするにも便利です。アプローチから中庭に植えた姫シャラと向こうの里山を見せます。正面の駐車スペースからダイニングと奥のリビング、そして窓の向こうの里山を見通せます。これは土間のダイニングから板の間のリビングを見たところです。左手の中庭と階段上部から光を取り込みます。板の間と土間の段差を利用してガラリを設けて、そこから床下エアコンの空気を取り込みます。また天井は張らずに構造の梁をそのまま見せています。せっかく木造なので木を見せたいですし、それと1階から2階までの高さを抑えられるので階段の段数を減らせます。毎日何回も上り下りすることを考えると、このメリットも大きいのではないでしょうか。ただし2階の音が響きやすいというデメリットはあります。家族が住まう家ですので、大きなワンルームでも良いとは思います。もう一つ、照明はダウンライトが埋め込めないので、工夫が必要です。今回はダクトレールをはわしてやって、そこにスポットライトをつけました。また梁は一番大きな梁に揃えています。階段は吊り階段として、眺望を損なわないように透かしています。逆にリビングからダイニングを見返したところです。ダイニングの向こうの道路側に大きな窓が取れたのは、この家が街区の奥の方で道路を通る人が限られているということもあります。スチールを加工して軽やかな吊り階段を作っています。階段上部やグレーチングの床から光を取り込みます。階段の壁の向こうは水回りです。2階からも里山に向けて大きな窓を設けています。左手がバルコニーで、右手が奥から寝室、ウォークインクローゼットの入り口、そして手前が子供室です。以上が家の完成写真です。そうしてこんな街並みができました。それぞれ形が違うし、素材も違いますが、着手前に決めた設計の方向性とルールのおかげで、いい具合にバランスの取れた風景となったと思います。これから植栽が成長すると、もっと緑豊かでつながりのある街になるはずです。お隣は建築家、堀部康さんの設計で、これからの家です。少し長くなりましたが、このような街づくりの背景のもと、建物全体の構想の中で生まれた提案の一つが土間キッチン、ダイニングです。習慣が異なるので、日本には馴染まないと言われている土間の生活ですが、昔から民家には土間があって、台所や作業スペースとして使われていました。ですので土間ができないというのは思い込みかもしれません。今回のようにキッチンとダイニングだけが土間で、その他はフローリングというのは案外受け入れやすいんじゃないでしょうか。メリットデメリットを把握した上で選択肢の一つとして考えてみてください。今回は以上です。最後まで見ていただきありがとうございました。ほとんどの方にとっては初めての家づくりだと思います。これからも家づくりに大切な情報をデザインの現場からお送りしますので、ぜひ参考にしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。